こんにちは。今回はノット編みを紹介します。このような可愛い模様になるノット編みです。間に裏編みを入れてあります。表側はこういう模様です。そして裏側はゴム編みのような少し模様になります。伸縮性もありますし、とても模様として可愛い模様です。編み図で編み方を説明します。編み図はこのような形で、今回は21目の作り目で紹介します。ノット編みの編み目記号は、この鍵のようになったのがノット編みの編み目記号になります。これは1、2、3個目の目を2と1の目にかぶせるという編み目記号です。今回は作り目を1段目として、2段目は表編み、裏編み2目、表編み3目、裏編み2目、表編み3目という目を作り、表編み3目のところにノット編みを編みます。そして2段目はノット編みをしないで3段目でノット編みをします。3段目はこちらから編みます。表編み2目、裏編み2目、そしてこの表編み3目のところでノット編みをします。3目の表編みのうち1、2の目はそのままで、3個目の目を1と2の目にかぶせます。そして1と2はそのまま表編みにします。次に裏編みを2目入れて同じようなノット編みを繰り返して、今回はノット編みを3個作ります。そして次の4段目で編み方を1つ掛け目を入れます。4段目は編み図と反対の編み方ですので、ここは裏編みを編み、表編み2目を編んで、ここで1回ノット編みで1と2の目にかけてしまいましたので、ここは3目ではなくて2目になってしまいましたので、裏編みの時に1回裏編みをしたら掛け目をして1目増やして、その後また裏編みをして、次は表編みを編むという編み方です。編み方は少し分かりにくいと思いますので、編みながら説明します。今回は21目の作り目をしました。この作り目が1段目になります。編み地を裏返して、次は2段目から編み始めます。2段目は表編みからですが、裏から編みますので、ここは表編みではなく裏編みを2目編みます。今回はおばあちゃんの編み方で棒針編みを編んでいきます。おばあちゃんの棒針編みの編み方は、裏編みは右から左へ針を入れ、針の下をくぐらして糸を右に引き出すおばあちゃんの裏編みの編み方です。次も右から左へ針を入れ、糸は針の下をくぐらして右に出します。これがおばあちゃんの編み方の裏編みです。次は表編みです。表編みは作り目からの表編みはフランス式と同じ編み方で、左から右へ針を入れ、糸を手前に引き出して表編みを押します。これは作り目からの時はフランス式と同じ編み方で表編みをします。表編みを2目編んだら、次は編み図では表編み3目になっているところですが、裏から編んでいますので、裏編みを3目編みます。裏編みは針を右から左へ入れ、糸を下に絡ませて右に引き出すおばあちゃんの裏編みです。この裏編みを3目編んで、次は表編みを2目編みます。
そして次の3目も裏編みですから、糸はこちら側にして裏編みを3目編みます。次は表編みを2目編みます。これは表から見たときは裏編みになります。次は裏編みを3目編みます。これは表から見たら表目になります。そして次、表編みを2目編んで、次は裏編みを2目編みます。これで2段目ができました。編み地を裏返して、こちらが表側になります。次の3段目でノット編みを編みます。最初の4目は出ている編み目のまま、最初の4目はこのまま編みます。表目が出ているところは表目です。そして3段目からは表目もおばあちゃんの編み方で編みます。おばあちゃんの編み方は、表編みは右から向こう側に針を入れ、糸をかけて手前に引き出します。目の正面から入れて、右から向こう側に入れて、糸をかけて手前に引き出すのがおばあちゃんの表編みです。裏編みは先ほどと同じで、右から左へ針を入れ、糸を下に絡ませて右に引き出すおばあちゃんの裏編みを2目編みます。そしてこの3目でノット編みを編みます。表編みでノット編みを編みます。1、2のこの2目は編まずに、この3個目の目を右側の2目の目にかぶせます。引き出して2目にかぶせます。かぶせてから次に表編みを編みます。おばあちゃんの表編みで右から向こう側に針を入れ、2目表編みを編みます。ここで3目だった表編みが2目に減っています。次は裏編みを2目編んで、次はノット編みを編みます。この表編み3目の3個目の目を手前の2目にかぶせて、それから表編みを2目編みます。これで1目減りました。次は裏編みを1目ずつ編み、次の3目の表編みでノット編みを編みます。3個目の1、2、3個目の目を手前の2目にかぶせて、それからこの目を表編みにします。次は出ている通り裏編みを編んで、次は表編みを編みます。これで3段目ができました。編み地を裏返して、次は掛け目をしていきます。最初の4目は出ている目と同じ編み方をします。裏目が出ていますから裏編みです。右から左へ針を入れ、糸をかけて右に引き出す裏編みを2回編んで、次は表編みです。正面から向こう側に針を入れ、糸を手前に引き出す表編みを2回して、次はノット編みをしたところです。3目あった目が2目に減っていますので、ここでは掛け目をします。裏編みを1目編んだら、糸をかけて、そのまま裏編みを編みます。これで3目に増えました。
2目が3目に増えました。次は表編みを2目編んで、次は裏編みが2目になっています。ここはノット編みで2目に減ったところですので、ここは掛け目をします。裏編みを1目編んだら糸をかけて、次の裏編みを編んで、これでここが3目になりました。次は表編みを2目編みます。そしてここの2目はノット編みで2目に減ったところですから、ここも掛け目をします。裏編みを1回編んで、糸をかけて、裏編みをもう一度編み、3目に増やしました。次は表編みを2目編んで、裏編みを2目編みます。編み地を裏返して、こちらが表側になります。次は2段ともこの目が出ている通りの編み方をします。表目が出ていますから、表編みを2回編んで、次は裏目が出ていますから、裏編みを2回編みます。そしてここが前の段で掛け目をしたところです。ここは表編みを編んだら、このかけた目を表編みにします。そして表編みをもう1回して、こういうような少し穴の開いた形になります。次は裏編みを2回、そしてここも表編みを1回編んで、かけた目を1回表編みにし、次も表編みです。次は裏編みを編んで、次は表編み、かけた目を編んで、表編みを編みます。裏編みを2回編んで、次は表編みです。こういう目になります。次は裏返して同じ編み方をしていきます。今編んだきた目と同じ編み方で、裏目が出ているところは裏編みを編みます。ここは裏編みを2回、そして表編みを2回、ここは裏編みを3回です。で、ここは表編みを2回編んで、次は裏編みを3回です。次は表編みです。次は表編みを2回編んだ後は裏編みを3目です。おばあちゃんの裏編みは編みやすいので早く編めると思います。次は表編みです。そして裏編みを2目編みます。これで今ここまで来ました。6段目まで来ました。ノット編みを編んで掛け目をして2段編み目通りに編んできて、次は7段目になります。7段目はまたここでノット編みをして次の段で掛け目をします。次は表編みを2回編んで裏編みを2回編みます。そしてここの表編み3目のところでノット編みの編み方で編みます。3個目の表目を前の2目の表目にかぶせて、次の目は普通の表編みを編んで、こ
こで2目に減りました。これを繰り返します。裏編みを編んで、次はこの表目3目を3個目の目を前の2つの目にかぶせて、次の目を表編みにします。次は裏編みを2目編んで、次の表編み3目の3個目を前の2目にかぶせて、残った目は表編みをします。次は裏編みを2目編んで、表編みを2目編みます。これでノット編みの模様が出てきました。かわいい丸い模様になります。編み地を裏返して、次は減ったところに掛け目をしていきます。裏編みを2目編んで、次は表編みを2目編みます。そしてここの裏編みはノット編みで2目に減ったところですので、掛け目をします。裏編みを1回編んだら糸をかけて、次の裏編みを編んで、これで3目に増えました。次は表編みを2目編んで、次は裏編みを1回したら掛け目をして裏編みを編みます。次は表編みを2目編んで、裏編みをして掛け目をします。裏編みを1回編んで、糸をかけてからもう一度裏編みを編んで、これで3目に増やしました。次は表編み2回、裏編み2回です。これでノット編みの2つ目のところができてきました。次は2段同じ編み方をします。出ている目と同じ編み方を2段して、表編みは表編み、裏編みは裏編み、表編みはこのまま表編みです。この掛け目をしたこの目も表編みをしていきます。次は裏編みを2目編んだら、次は表編みです。掛け目をした目も表編みをして、次も表編みです。次は裏編み、裏編み、そして表編みを編んで掛け目した目を表編みにして、次も表編みです。次は裏編み、裏編みを編んで、次が表編みです。このように掛け目をしたところが小さな穴が開いてかわいい模様になります。次ももう一度出ている目をそのままに編みます。裏編みは裏編み、表編みは表編み、そして裏編みは裏編みで、ここは3目の裏編みです。次に表編みを2目、裏編みを3目、次は表編みを2目、裏編みを3目です。表編みを2目編んで、裏編みを2目編みます。これで2段目のノット編みができました。1段目のノット編みと2段目のノット編みです。ここでもう一度ノット編みを編みます。表編みを2回して、裏編みを2回したら、ここでノット編みです。3目の表編みの3個目の目をかぶせて、残った目は表編みにします。次は裏編みを2目編んで、
次の表編み3個の3個目の目を右側の目2目にかぶせて、かぶせた目を表編みにします。次は裏編みを2目編んで、この表編み3目の3個目を右側の2目にかぶせて、表編みを2目編み、次は裏編みを2目編んで、表編みを2目編みます。これでノット編みができました。このように間に裏編みが入りますので、少しゴム編みのような形にもなりますが、かわいいノット編みの丸いぷっくらとした模様が出来上がります。とてもかわいい模様ですので、セーターなどにもいいかもしれませんし、マフラーなどもとてもかわいいと思います。こちらは少し太い糸で編みましたが、細い糸で編むとまたとてもかわいい感じの模様になります。ノット編みの編み方を紹介しました。